皆さんこんにちは。オーバーフォーティーズギターです。恒例となりました、ギターの修理依頼シリーズですけれども、なんとついに我が家にですね、マーティンがやってきました。マーティンですよ。マーティンのトリプル O シリーズの、トリプル O15S というモデルです。トリプル O なんで、ヘッドがクラシックギターみたいなこんな、ペグになっていて、こう横にバーが通ってるやつですね。スリットが開いていて、でネックはちょっと広めの 44mm で、特徴はここのネックとボディの接続のところがアコギ標準だと今はもうだいたい14フレットでの接続ですけど、こいつは12フレットです。クラシックギターと同じですね。ので、特徴としてはまあそんなところなんですけど、それがゆえにブリッジの場所が普通のいわゆる今の普通のアコギよりもちょっとお腹側に寄ってるんですね。お腹側に寄ることによってこっちの膨らんでる部分のところにブリッジがもっとこう偏るので、音の豊かさがこっちの方が僕はいいと思うんですね。マーティンらしいモデルの一つだと思います。実は僕が最初に作った、自作のギターってこのマーティンのこのタイプ12フレット接続でヘッドがスリット開いてるこのクラシックギターみたいなやつ、これを真似たやつだったので、すごく僕的にはこう思い入れが深いギターですね。ので非常に嬉しいです。こういうギターがメンテ依頼としてやってきてくれてですね。はい。ので頑張って、いや別にそうじゃなくても頑張るんですけど、より一層頑張りたくなっちゃうかなというような感じです。ただ一点ちょっと残念なことがありまして、お気づきになるかどうかわからないんですけど、わかんないですよね、普通見ただけじゃね。これ実はですね、左利き用のギターなんです。ので直しても僕弾けません。残念ながら。さっき頑張って弾いてみようかと思ったんですけど、最初にギターを持った日のことを思い出しました。無理です。弾けません。全然弾けないですね。笑っちゃうぐらい弾けませんでした。でも弦を弾いた、今ちょっと弦が伸びきってるんで、こんな音ですけど、ちゃんとした弦を張った後にどんな音がするのかとか、あとは弦を外した後に当然これももう解体新書やるつもりで、板の厚さがどれぐらいなのかとか、表横後ろ、それからあとなんだろうな、あとはタップトーンがどんな感じなのかとか、周波数的にどんな音が返ってくるのかとか、その辺を洗いざらい丸裸にしようとちょっと今企んでます。でこのちょっと今弦が乗ってる状態なんですけど、叩いてみるとこうやらないと分かんないかな。叩いてみるとですね、わかります？このグワングワングワンっていう感じの音、タップした時の響く音、これがいいギターの特徴なのかなと思います。他のお店とかで触ってこういい音がするギターってなんとなくこんな感じなんですよ。で板とかどれぐらいなんだろうな、ちょっと厚さとか硬さとか今まだ分かんないですけど、すごくね持った感じがなんだろう、軽いんだけどしっかりしてるみたいな、すごくなんかこう響きそうな匂いがもうこの時点でプンプンしてますので、早速解体していこうかなと思います。でさっき実はこれちょっと軽くフレットのレベリングとか調べてみたんですけど、フレット自体はレベルは問題ないんですけど、ちょっとねこの弦が当たってる部分がこうえぐれてるとこもあったりして、もしこれマーティンのこの値段のギターじゃなかったら僕はもう勝手にこれフレット削って、ユーザーさんにお返ししちゃうんですけど、さすがにこのギターを無断で、フレットをいじったりするのはちょっと気が引けるというかやりたくないので、一応オーナーさんに連絡を取って、こういう事情でこういうのやりますかやりませんかっていうのは全部聞いたんですけど、フレットは今のところ弾いてて問題がないということなので触らないことにしました。ポリッシュぐらいはするかもしれないですけど、あとはね指板はだいぶ汚れてるんでここは掃除してあげないといけないですけどね。弦高が、1弦から5弦までは問題なかったんですけど、6弦だけがなぜかやや高いと。一応全部標準の中には入ってるんですけど、1弦から5弦までは下弦に近い高さで、なぜか6弦だけが上弦に近い高さというアンバランスな感じだったんで、これわざとこういう風に設定してるのって聞いたら、いや全然そんなことないと。ので低いのに設定し直して全然構わないってことなんで、それだけはやりますけど、
あとこっち側の弦高、12フレットの弦高も若干高いんで、サドルを、変えるか、もしくはこのネックの反りがもしあったら、順反りしてたらそれを直すことで若干下がりますから、それで対応できるかちょっと見てみますけど、まあそれぐらいですかね。というわけで早速仕事に入りたいと思います。どうしようかな。先にネックの反りを見た方がいいのかな。ちょっと緩めちゃったけど。これはドストレートですね。もうこれ以上いじりようがないぐらいストレートです。だから弦高を下げるとしたらやっぱりサドルをちょっと下げないとダメですね。あんまいじりたくないですよね。弦も相当古いですね、これ。多分これも2年ぐらい変えてない。いや、2、3年変えてないな、これきっと。結構皆さん弦変えないんですね。まあそういう僕もよく弾くギターは3ヶ月に1度ぐらい弦変えますけど、そうじゃないやつは、まあ、それこそ半年に一遍とか、下手したら1年に一遍しか変えないギターもありますけど。一応ピンに関しては、まあ、こだわってる人はこだわってるんで、どのピンが何弦なのかっていうのを覚えておくためにこういうものを作ってあります。まあこだわりっていうか、ここのスリットがね、ここのスリットが弦の太さによって変えてる人もいるので、そういう人は6弦、例えばその1弦用のブリッジピンに6弦使おうと思ったら太くて入んないっていう場合もあるんで、そうしてる人もいらっしゃるようですが、よし、ほい。じゃあこの古い弦はおさらばと。さて早速じゃあサドルを見てみましょうか。サドルぴったりですね。サドルスロット。ほうほう、面白いことにですね、面白いことに気がつきました。なんとこのギターには、サドルに見えるかな、ここにですね穴開いてますね。これピックアップをここに入れられるようにあらかじめ穴が開いてるんだと思います。こんなゲートをするんですね、マーティンのギターって。それともこれを前に持っていた人がこれをやったんだろうか、わかんないですけどね。材質はこれなんだ、トップがですね、これシッカスプルースじゃないですね。どう見てもこれマホガニーだ。マホガニートップのアコギだ。今更気がつきました。マホガニーなのかな。いや、見た目はマホガニーなんですけど、横もバックもマホガニーっぽい。いかにも当然ネックもすごいオールマホガニーだ。まあオールとはいえブリッジが多分これインディアンローズですね。でフレットボード、フィンガーボードも、見た感じインディアンローズですね。ヘッドストックの化粧板もインディアンローズっぽいです。まああとはね、フレットを見てみるとこの辺りとかすごく汚い、これ全部指の油ですね。これグリースが溜まっちゃってる。この辺とかも、この辺とかもグリースが全部溜まってるの分かります。これを全部きれいに取ってオイルを塗って仕上げます。中身は綺麗なもんですね。このモデルは、これも X ブレースなので X が走っていて、これどっちだ、左だからどっちがバスだ、バスがこっちからこう来てるからこっち側がバスがなので、トーンバーがこう走ってるのかな。ここに1本2本、これが X か、 X があって、トーンバーがあって、ブリッジがあって、ブリッジパッド、何これ、見たことのない
X ブレースは X ブレースっぽいんですけど、ここ X。ああ、そういうことか。ここにブリッジプレートがあって、はいはいはい。なんとなくわかりました。なるほど。へえ。面白いですね。僕が知ってる X ブレースとはちょっと違う。あとで中にカメラ入れて撮ってみようかな。サドルの材質は、叩いた感じは骨っぽい。けど牛の骨ではないような気がする。何の骨だろうこれ。弦が乗っかってた部分が、ちょっとへこんでますけど、まあこれぐらいだったら大丈夫かな。さて、では、このチャンネル、もうおなじみのマジックプローブを使って、この板の厚さを測っていこうと思います。トップだけじゃなくて、横と後ろも、測ります。ではまず、トップから。よいしょ。じゃじゃーん。おー、2.97。意外や意外、もっと薄いのかなと思ったら、意外や意外、3ミリですね。場所を変えてみよう。2.94。3、まあ、だいたい 2.3 ミリぐらいですね。2.99。3.0。おー。3.1。3ミリ。ほぼほぼ3ミリですね。ここはなんかちょっと通ってるんで、ちょっと磁石が離れちゃってますけど、今。バス側の横もちょっと見てみましょうか。横 3.04。3.07。3ミリ。まあ、ほぼほぼ3ミリですね、これね。ここは今ブリッジプレートが、この辺ブリッジプレートがちょっとあるんで、分厚いと思うんですけど、そうですね、ここはブリッジプレートが2ミリぐらいのが入ってるんで、まあ、2.5 ミリか。なのでちょうど3ミリプラス 2.5 ミリで 5.5 ミリ。ここで下がると3ミリですね。ここもブリッジプレート今ないんで。で、ちょうどここ X ブレスの X がここにあるから、これ以上はいけないんですけど。はい。よいしょ。じゃあ、高音側、トレブル側、よいしょ。のブリッジ横はやっぱり3ミリ。意外や意外ですね。じゃあ、もうちょっと下側。2.99。なんかもっとこう複雑に形作られてるのかなと思ったけど、普通になんか3ミリですね。これはびっくり。2.94。なるほど。これちょっと勉強になりました。上側もちょっと見てみましょうか。今見てるのは、ここです。ここはどれぐらいかというと、ここもやっぱり3ミリとかと。板厚は全然工夫してないっぽいですね。3ミリだ。まあもしかしたらこの材質がこれ多分マホガニーなんで、マホガニーはシッカスプルースとかとその辺とはちょっと違うのかもしれません。そしたら、よいしょ。じゃあですね、横、サイドを測ってみます。よいしょ。サイドは、よいしょ。おお、サイドはなんと、これ1.5 ミリ。薄っ。1.65、1.7、1.7。
まあ、大体 1.7 ぐらいか。さっきの 1.5 っていうのはちょっとえらい薄かったですけど、1.7 から 1.8 ぐらい。クラシックギターを作ってる時確かこんなもんだったような。もちろんモデルによっては全然違うんですけど、僕が作ってるクラシックギターはこれぐらいです。本当にこのトリプル O シリーズっていうのはクラシックギターに近いのかもしれないですね。構造的に 1.8 ミリ薄い。今まで見てきたギターはだいたい 2.5 ミリが多かったですけどね。サイドは1.9 ミリ。この辺はちょっと厚い。 1.8、1.9。お尻になるとちょっと厚くなるんだ。お尻ちょっと分厚いですけど、じゃあバックは 2.5 ミリぐらいなのかな。 2.7 バックは 2.7 ミリから 2.8 ミリぐらい、なんかそれぐらいな感じですね。なるほどね。大変勉強になりました。マーティンさんありがとうございます。オーナーさんにもう移行は確認してフレットはいじんないことにしてるんですけど、ここ分かりますかね。こういうところ、1弦と2弦のところが、もう谷みたいになっちゃう。ちょっと削れちゃってるんですよね、若干。これ自分のギターだったらこれ間違いなく削って、また丸く形作ってってやるんですけど、さすがにマーティンだと勝手にやるわけにもいかなくて確認をして、現状問題ないんだったらこのままにしておきましょうっていう話にはなったんですけど、なんかね、これ普通のこっち側、こっち側何もなってない通常のフレットで山もちゃんとできてるんですけど、こっち側このよく使ってる方が真っ平らなんですよね。比較的もう山になってない。で、低音よりも高音側の方が若干こう平ら気味なんですよね。で、僕はこれ誰かがこうメンテでやったのかなと。平らにしてバズかなんかフレットバズかなんかがあって平らにして、であんまり山を作らずにそのままにしてるのかなと思ったんですけど、メンテに一度も出したことがないって言ってるんですよね、オーナーさんは。もしこうビブラートとかよくやる人だったらもうちょっとこう広範囲にこうフラットなところができるんですけど、そんな感じでもないんですよね。誰かがこう意図的に平らにしてるようにしか見えない。もしかしてマーティンのギターってあえてこっちの、ローフレット、あえてこっちのローフレットの方って低く比較的平らに設定されてるのかなと、最初から。その方が抑えやすいですからね。あんまり高すぎると抑えにくいんで、もしかしたらそういう設定なのかもしれないですけど、今のところこう特に問題は出てないみたいだからこのままにしますけどね。という面白い発見がちょっとありました。ではグリースを削っていきます。よいしょ。指板の、指の油汚れが取れてすごくすっきりしました。これに後でオイルを塗って磨いてあげると、もっと綺麗になりますけど。さて、フレット自体は、特にシェイピングは加工はしなくていいってことなので、ポリッシュだけしていきたいと思います。ポリッシュだけなんでもう1000番ぐらいから始めちゃっていいでしょう。これ1000番のヤスリです。これで磨いていきます。次は1500です。
ヤ2000番です。最後に仕上げに2500いきます。フレットワイヤーピッカピカです。次は指板のオイリングですね。それでは例によって F1 オイルを塗っていきます。すごい、オイルを塗ると超綺麗な模様が浮き上がってきますね。サドルを少しだけ削ってあげます。原稿がちょっと高いんで、ほんのちょっとだけ真っ平らになるように削ります。一応線でマークしといたところまでちょっと削れたので、これでよしとしよう。一応平らかどうかをチェックします。大丈夫ですね。真っ平ら。はい、大丈夫です。ぐらつきなし。 OK。 ここにひびを発見してしまいました。完全に割れてますね、これね。ただこれは相当、直すのは簡単です。一応オーナーさんに連絡をしてみたら、やっぱり気づいてなかったってことで、もし直したいんだったら直せますよと提案したら、ぜひ直してくれってことなんで、直してみようと思います。で、このクラック、こっからここまで入ってるやつ、裏からちょっと見にくいんですよね。裏からはあんまり見えなくって、この表ほどはどうやってやろうかなと思った時に、磁石を使ってピンポイントにこう裏から例えば手入れて、裏から磁石をよいしょこうやれば、どっからどこまで瞬間接着剤を、すっごい薄いやつじゃないと多分これ流し込めないんで、最初はこう表からやろうかと思ったんですけど、やっぱ表からやるとどうしてもね、接着剤の線が残っちゃうと思うんですよね。なのであんまり良くないかなと思って、裏もかなりかなり奥なんで普通じゃ届かないんですけど、特殊でもなんでもないか、スポイト、こういうですねスポイトがありまして、先端がすごく細くなってる。これまさに、ギターとかバイオリンのリペアに使うためのスポイトなんですけど、こいつを使えばなんとか届くかな。磁石で場所が特定は一応できてるんで、裏から見れるかな。できてるんで、頑張ればなんとか裏からいけそうだっていうことで、ちょっと裏からやってみます。で、ここに薄い、瞬間接着剤スーパーグルーを流し込んで、こっちの手前側がちょっと上にボコって浮いてる感じなんで、ここを押さえてあげながらクランプしてあげると、挟み込んであげると、でアクセラレーターかければ、固まってくれるんじゃないかなと。で、固まった後に裏から当て木をして、普通アコギってこう3箇所か4箇所ぐらい、ボディの3箇所か4箇所ぐらいにこう縦にバーを入れるんですよ。音響のためという噂もありますけど、多分ほとんどはこうサイドが割れるのを防ぐためだと思うんですけどね。どうしてもマホガニってこっちに入ってると、木目が入ってると割れるんですよね、湿度とかの影響で。これなんか他のメーカーと違って、1.5 ミリとか 1.7 ミリの、薄さなんで、このサイドがだから割れやすいっちゃ割れやすいんですよね。これも多分見た感じ、マホガニーのこの弱い黒い木目に沿って割れてる感じなので、ほっとくと多分これがガーっていっちゃうんですよね。こっちとかこっちとか、こっちはネックがくっついてるからあんまいかないかもしれないですけど、こっち方向には絶対に将来行くと思うんですよ。だから今ここで止めとくべきだと思います。なので裏からは縦の、バーを入れて、これがこれ以上広がらないようにして、でさらにスーパーグルーで、挟み込んで固めると。
いう処置をしたいと思います。多分それが一番、コスメティックス的にも、ストラクチャー的にも一番おすすめ。音響的にも多分影響ないですので、その方式でいきたいと思います。まさかのマーティン修復プロジェクトになっちゃいましたけど、ちょっと頑張ります。準備が整いました。ギター固定して、ライトセットして、マグネットで場所は分かって、あとはこの10番のシンスーパーグルーブですね。薄い瞬間接着剤。こいつを、このプラスチックのスポイトで流し込むというか当てるだけで多分もう染み込んでいくと思うんで、やっていきたいと思います。見にくいっすね。OK。思った通りに染み込みましたね。それを押さえて、挟み込む。で、中からこのアクセラレーターを吹きかけて、一応表面からもアクセラレーターをかけておきます。OK、これで直ってるかな。大丈夫みたいですね。ちゃんと塞がりました。あとは裏から当て木をします。中を見てみる限りは大丈夫そうですね。はい、グルーもしっかり固まってます。というわけでちょっとヤスリで表面を磨いてあげてきれいにしてからバーを作りますかね。ついでに中の掃除をします。掃除機と、あとはこのエアコンプレッサーから出てくるエアーですね。こいつでブローして、舞ったホコリを掃除機でするというシンプルな方法です。綺麗になってますね。大丈夫だ。次に、縦の棒、サポートする棒を作るんですけど、長さがだいたいこれからこれぐらい、今ちょっと長さ測ってたんですけど、なのでこれぐらいの長さの棒を作って、それを裏から当てて、添え木にして補強したいと思います。これシッカスプルースでサウンドボードの切れ端なんですけど、この部分がちょうど、支える棒に使えるので、ここを切り取って、サポートを作りたいと思います。さっきのシッカスプルースの切れ端をですね、こんな感じの棒をきれいに切り出しました。こいつを、加工してあげます。両端をこう中心に山を作る感じですかね。両端を薄くして、あとは両端を少し角を落としてあげます。難しいですね。葉月ルーペが必要だ。こんな感じにできました。見えっかな。こう真ん中に行くに従ってこう盛り上がって、でまた真ん中が一番盛り上がっていくから両端に行くに従ってこう薄くなっているという感じですね。ちょっと狭すぎて手を入れて狙ったところにこの棒を貼り付けるのが難しかったんで、ちょっとこういうアプリケーターを作ってみました。そんな大したもんじゃないですけど、両面テープにこの棒をくっつけて、で狙ったところにこれで入れると。ただそれだけの話ですけど、タイトボンド3でいきます。ほんのちょっとつけて伸ばしてあげると。で棒につけてこいつを狙っ
たところにいけるか。よし。あとは手でまっすぐにすれば OK。あとはこの強力マグネットを使って中と外から挟み込んであります。こんな感じかな。日々の補強の方は、うまくいきまして、ここ、傷、パッと見わかんないですよね。ここにひびが入ってる。で、中から見ると、覗き込まないとわからない位置についてて、この角度じゃ見れないかな。見れないですね。やめましょう。見れない位置についてるんで、そこまで目立つこともなく補強できたと思います。しっかり縦にもバーを入れてあるんで、これ以上グワッと広がることもないし、良かったんじゃないでしょうか。この位置なんで音の質とかには絶対影響しないので、そこは心配ないと思いますけど、実際ねこれ弾いてみないと分かんないっていうのはあるかもしれないんで、そういう意味ではちょっとドキドキですけどね、大丈夫でしょう。あとはボディの、ポリッシュですね。ボディのクリーニングとポリッシュにはいつもの通りこのプリザベーションポリッシュを使います。シリコンなし。結構ねこの弦の下のところが汚れが激しくって、ただ単にドライなのかと思ったけど汚れてますねこれね。何回かポリッシュしてあげないとダメかも。ブリッジはちょっとこれ粗いから若干ヤスリがけした方が良さそうですね。後でやろう。今更ながらに気づきましたけど、このロゼッタの部分が剥げてますね。これは何が起こったんだろう。これはどうやったら剥げるんだろうな。ヤスリがけしないと剥げないですよねこれね。もしかするとですけど、なんかもっと実は表面がテカテカ仕上げで、それが嫌で表面削った可能性もありますね。そうするとこのロゼッタの部分が薄くなるから、もしかするとそれかもわからんですけど、結構ねこれマットなんですよねこのギター。全然グロスじゃなくて相当マット仕上げで、そういうギターもあるからそういうものなのかなと思ったんですけど、どうなんだろうな。もともとグロスで実はマットにしたのか。いやでもそれにしてはちょっとなんだろうな、これちょっと気になるな。どう見てももともとついていたロゼッタをヤスリで削ったらこうなりましたって感じなんで、今一つ何が起こったのか全然わかんないですけどね。もしかしたらこの辺ちょっとロゼッタ浮いてるんで、この辺もひょっとすると浮いてきちゃったロゼッタをなんとかしようと思ってたら取れちゃったみたいな、そんな感じかもしれないですけど、ちょっとだけブリッジをヤスリがけします。220、ちょっと粗いんで、まずは220で軽く撫でて、ほんと軽く撫でてるだけですけどね。すごいね、表面がちょっとケバケバしてるところがたくさんあったんで、それを軽く落としてあげて、
で、あとは320番あたりで、320番。これで、ツルツルにしてあげると。バキュームをちょっとだけします。ブリッジも綺麗になりました。こんなとこですかね。綺麗になりました。では弦を張りたいと思います。それではいよいよ弦交換です。今回ご持参された弦これなんですけど、初めて見ました。こんなのダダリオのニッケルブロンズ。若干こうそんなにきらびやかな音じゃないよって言われたんですけど、一応カスタムライトゲージです。こんなの売ってるんですね。全く知りませんでした。こんなステッカー付きですよ。これステッカー、多分高い弦なんでしょうね、これね。全部シルバーですね。危ない危ない。いつもの感覚で、これ右じゃなかった。これ左用のギターでした。超危なかった。気づいてよかった。こっちが低音源ですね。うわ、トリッキーだなこれ。マーティン 00015S の修理と、メンテナンスが全部終わりました。で、弦も張り替えて、音を早速出してみたいんですけど、残念ながらですね、これ左利き用のギターで、こっちが実はこれ僕普通のギターに構えてますけど、これ下が低音源なんです。だからこんな感じだから、普通に弾けないんですよね。なのでもうコード、それでも抑えられるコードも限られちゃってて、抑えられると思うじゃないですか。まあ右手で左手の真似すればいいんでしょうって思うんですけど、全然無理なんですよね。 C コードですら弾けないという。 C ってどうだっけこう無理はっきり言って無理ですから、こっちの下の方が弦高が高いから当たっちゃうってのもあると思うんですけど、左と右を変えただけでこんなに違うんだなと。じゃあ左で弾けばいいじゃんと思うかもしれないですけど、これ爪が伸びちゃってて当たっちゃって弾けないんですよね、このフレットに。というわけでもうかろうじて右手で弾ける簡単なコードを抑えることしかできないんですけど、まあそれでもちょっと音の雰囲気がつかめると思うんで出してみたいと思います。いや、これ聞いたらね、マーティン欲しいなって思いました。はっきり言って、こりゃすげえやと。こんな感じで、特にすごいのが高音源よりも低音がこんなに出るギターっていうか、ギターが鳴るってこういうことなんだなっていうのは恥ずかしながら初めて分かりました。こんな感じです。というわけで今回もなんとか無事に、メンテナンスを終えることができました。
素晴らしいですね、このマーティン 0015S。 他のマーティンもこれを弾いてみてっていうか、これを鳴らしてみて、他のマーティンのギターも、弾いてみたいなと思うようになりました。マーティンが欲しいっちゃ欲しいんですけど、ちょっと高くて買えないんで、マーティンが欲しいというよりは、こういう音がするギターをいつか作れるようになりたいと、心底思うようになりました。僕が作った今までのギターは、音は別に悪くないと思うんですけど、なんかもうちょっと重いんですよね、音がね。ズドーンと。で、これみたいになんか、このなんか得体の知れない深さみたいな、特にこの語源、このカメラのマイクでどこまで音が伝わるかどうかわかんないんですけど、なんかこれぞハーモニーとはこういうものだっていう音がするんですよね。今回のこのギターは僕にとってすごく勉強になりました。本当いつかこういうギターを作ってみたいなと。本当ね、これ軽いんですよね、これね。軽くて、しかもこれマホガニーですよね、これ。シッカスプルースじゃないとダメだ。いわゆるアコギでよく使われてる、ああいうスプルース系の板じゃないといい音出ないのかなと思ったんですけど、全然そんなことないんですね。作る人が作れば、マホガニーだろうが何だろうが、とてもいい音が出ると。スプルースのも弾いてみたいな、マーティン。お店で売られてるの弾いたことあるんですけど、なんかね、全然チューニング合ってなかったりとか、原稿がおかしかったりとか、ちゃんとしたお店に行けばいいのかもしれないですけど、この辺あんまりちゃんとしたお店ないんですよね。ないし、行く勇気もあんまりないし、お金もないし。というわけで、本当いつかこういうギターを作ってみたい。すごくいい目標ができました。はい。というわけで、今回はこの辺にしたいと思います。それではまた。